信長の野望。新生 PK。スタート1年ちょっとで筒井赤い旗のを吸収し5つの城を手に入れた我らの将軍。ノップとの決別まであと1年と少し、急いで勢力を増強するぞー。八上城の城主はとりあえず、黒い城をキャノン砲でぶっ壊す活躍をしたウコンを入城。まあ制度改新3まで終わってるから、必要に応じて敵に移動だぜ。地域が隣接したおかげか一式さんが従属。てか将軍義明から義の字もらって義道名乗ってるくせに今まで従属してないとはこれいかに。従属してくれるんだから文句言うな。そういえば従属は火災の戸様に設定できる。利点兵力増加、欠点軍掌握速度減少。序盤の軍掌握減少って欠点でかすぎ、却下だよ。当家の火災は当分不在。てか一式家ノップに攻められる寸前だった模様。一式、滅亡タッチの差で回避。次は本願寺を狙おうかと思ったけどまだ同盟8ヶ月残ってる。同盟切れたら速攻攻め込む気かよ。戦国の世は弱肉強食。2ヶ月ほどして兵士も回復、今度は鈴木に乗り込むぞー。西川地味に遠いから米に注意しろよ。あいよ。微妙な人材が登用拒否してきたけど、直談で条件次第で仲間になってくれるとのこと。征夷大将軍に浪人が直談ってその時点で切腹覚悟してそうだな。配置する人がいなくて困ってたので、高取城の適当な軍に20年安堵にしました。20年の流刑。維新埋蔵金で金ならある、かっこいいから刀買っちゃおうっと。倉切景秀、伊達政宗が文禄慶長の駅に持ってった刀。煉獄東洋こと1回2000円の武将ガチャで微妙な青木さんをゲット。時間が惜しい、強行でゴリ押しだー。敵対する三好が邪魔で街道封鎖もできず、無理攻めする将軍の図。筒井さん壊滅。思ってた以上に西下城は固く、国衆も壊滅寸前。無理したせいで兵がかなり減っちまったな。壊滅するぞ、包囲で粘れー。よっしゃー、敵が出てきた、粘り勝ちだー。これで合戦に持ち込めるぜ。兵力はほぼ互角だが部隊数は上、囲んでぶっ転がせー。一計ダブル国衆アタック。今回も安定の国衆国士。まあ当然のごとく秒で落ちました。国衆の掌握度みたいなの減少するから無理させんなよ。国衆よ、仇は取ったどう？無茶させたのはお前だから仇はお前の気もするぞ。黙らっしゃい。そんなわけであっさり勝利。そしてミリ残る耐久を包囲で削り、鈴木家最下城、ゲットだぜー。東洋では無事鈴木親子も仲間入り。通称最下孫一こと10の名手鈴木重秀が仲間になったのはでかいな。重金はダメか。奴は所詮架空武将よ。そうなの？東洋断った岡義政も直談来た。征夷大将軍に直談。鍛冶町がある城の領地をぜひとも任せてほしい。ふむ鍛冶町がある軍をご要望と。柿の下方上げればさらに忠誠上がるとかもあるみたいだな。よろしいならば鍛冶町のある軍に20年安堵にしてあげましょう。これで交渉成立だな。しかしこの時レイムは気づいていなかった。この契約は軍ではなく上司を約束していることに。そうなの？要望は軍なのに渡すのは城だと。このおバカ、契約するときは契約書を確認しろよ。なんてこった。新たに得た最下城は、約定通りそれがしが収めます。ふわぁ？だあ、私としては鍛冶町のある根頃に20年安堵のつもりだったのに。こうして直談詐欺により、岡義政が最下城の城主になった。これが戦国時代のなりわいよ。畜生。イケメンの鈴木は京極さんとチェンジして早速城主に任命。金色の特性とお当ては鉄砲レベルが3上がる有能な特性だぜ。鈴木家は砲術持ちも多いので、新たに仲間になった組頭たちは代官に任命して本社研修で身分を上げます。代官のおかげで義明も結構強くなった。維新埋蔵金を使って領内諸作で石高増強。金の力で戦力増強。一式さんでも2000円かかるけど、兵力375増えるので地味にありがたや。本願寺との同盟、残り1ヶ月です。停戦期間終わったら坊主狩りじゃあ。さて昨今の情勢は上杉家が伸びているので、謙信公に越後守護を授与して親善しましょ。なお、この後武田にボコられ弱体化してあまり意味なかった。時勢を読み違えた。お城いっぱいあるのに浄化施設の委任開発忘れてた。がっつりやらかしてんじゃねえよ。まあまだ序盤だし大丈夫、多分。適当だな。攻略目標にした城を一回攻略しましょう。藤高が新たな短期目標を具申。ちょうど本願寺攻めるところだし、藤高空気読むのうまいな。これは楽勝。二条御所の開発は順調に進み、お次は二脱目証券成立。出陣した際に腰病老がちょびっと増える、遠征するときは必須級の建物。
本願寺赤松家との停戦が期間切れになりました。やっはー、坊主狩りの時間だー。坊主のことなら僕に任せたまえ。兄義輝が亡くなるまで20年以上坊主をやっておったからな。剣女藩は宗派違うから。じゃあ無理。おい。そうだ藤高の短期目標だったし攻略目標に設定しましょ。攻略目標、準備期間がいるが容量と攻撃力がちょい上がるやつか。でもその間大官とかの軍の掌握が止まったりいいことばかりでもないよ。そんなわけで目標に設定はしたけど、準備せずそのまま出撃。名ばかり攻略目標。坊主を狩り尽くせー。オーバーキルの戦力、もうやめて、坊主のハゲは狩り尽くされてる。あ、一式さんの武量で追加された高家の誉れ、1だけ解放しましょ。月額300円の部隊能力プラス3プランに加入。そして本願寺の道をすべて封鎖しフルボッコ。柳生家吉殿が当家に仕官したいとのこと。これは天下無双の柳生石秀才のお父さん。御年76歳と剣術極まってそう。剣豪おじいちゃんが仲間入り。柳生殿が教練をする代わりに望みがあるそうです。直談でござる。久保様が来てくださるとはそれがしの教えが役立てば良いのでござるが、剣の道を歩んできた身としては名刀に強い憧れがあります。お、最高で武将44名の武勇がプラス3だってよ。月額300円の一式3プランと比べたら、月額かからないなんて素敵。でも倉切影費で渡しても交渉値が足らんぞ。適当な軍に20年して交渉値追加。20年、96歳まで現役で頑張れ。剣術指南よろしくお願いいたします。これで一式3プランと合わせて武力6アップだぜ。そしてフルボッコにしてた本願寺は、打って出てくることもなくそのまま会場。義明も元坊主だし坊主同士不毛な争いは避けたのかな。何はともあれこれにて本願寺滅亡。お楽しみの武将登用タイムでは無事剣女藩確保。剣女藩は先方混乱なのでマジ強い。卑怯臭い坊主。でも岩礁寺少尉は登用拒否。特性砲術持ちだからできれば仲間にしたかったな。まあ致し方なし。こうして幕府のハゲ率が上がった。短期目標、達成でございます。準備すらしてないなばかり攻略目標でも、ちゃんと達成扱いになりました。さてノップとの決裂まではあと4ヶ月くらいか。そろそろ防衛の準備するか？いやその前に三好の本城岸和田城が欲しい。防衛準備されてて甲状戦必須だぞ。構わん、三好に一撃入れてやるぞー。そんなわけで甲状戦の準備してたら、今更ながら藤高がめちゃ強いことに気づく。右分サブ、所属上の特性すべて1上昇。竜騎兵1人入れるだけでレベル3はお得感ある。組み合わせ次第で超強そう。これ鉄砲レベル13いけるのか気になる。剣女藩とかも上手に設定。即戦力の卑怯臭い坊主。お気に入りの島コンも出世したのでやっと上手に任命。左近も固有戦法ついて強くなった。でもこんな強いメンバーいても、正面から甲状戦したら被害は甚大になりかねない。調略の破壊で事前に城の耐久を削るのだー。マネーの力で城を落とせ。藤高と島コンでダブル破壊調略開始。調略はまだどうなるかわからないが、ノップとの戦いも近い、急ぎ三好に兵を進めよ。各方面から進軍し三好勢を翻弄し、各自軍の制圧を進めろ。四国から三好の援軍も来るぞ、急げー。岸和田城の工作、成し遂げました。ナイス藤高。甲状戦の準備も整いました、ご指示を。総攻めは島コンの調略の結果を待つ、しばし城を囲み待機だ。もう敵援軍が海に見える、急げ左近。岸和田の工作成し遂げてまいった。よっしゃギリ間に合った。岸和田城の耐久は残り1、総攻め開始だー。兵力は約4倍、一気に肩をつけるぞ。やっと PK で追加された甲状戦だぜ。とはいえ調略で城の耐久は削り切ってるけどね。力攻めできぬへたれ。ガッチガチの城攻めたら普通に負けるよ。戦中だぞ怒るな早口になってんぞ。甲状戦には武将ごとに防衛施設があって、聖楼なんかは範囲で攻撃してきてほんと厄介。すでに破壊済みだけど柵なんかが邪魔で、これ壊してる間に一方的に兵を削られるよ。城門なんかも矢が飛んでくるから、下手に近づくと無駄に兵を減らす感じ。甲状戦はなかなかやりごたえありそうだぜ。それでは甲状戦、開戦。まず将軍義明は工作兵陣将破壊せよ。敵防御と機動力を低下させ、時間経過でパワーアップする厄介な施設。孫一は手前の小荷田陣将制圧し、そのまま突き進め。体力回復するだけのしょぼい施設。日坂衆は迂回し陣太鼓を裏から狙え。陣太鼓は攻撃力アップ。剣女藩藤高統治衆も協力して陣太鼓を早々に破壊せよ。根頃衆と川多少の犠牲はやむを得ないが聖楼を破壊せよ。矢で一方的にダメージを食らい、時間経過でパワーアップする厄介な施設。
壊せるなら早めに壊すのが吉。突き進め三好を追い出し岸和田をいただくぞー。お、仲間になったばかりの剣女藩が一番やり、わんぱく坊主無双になりそうだぜ。日坂衆も到着、三好正勝を強撃で蹴散らせそして藤高も加わり3人で強撃、陣太鼓破壊。お、上の青色の式バーがぐぐっと上がったぜ。孫一も小荷田陣所の破壊完了。ちなみに上の式バーは0になると防衛側の勝利になっちゃうので、0になる前に何かしらの施設破壊か、敵部隊の殲滅が必要になります。藤高たちはそのまま中央の聖楼の破壊を頼む。この白聖楼何気に2箇所もあるから、白耐久削ってなかったら被害甚大かもしれん。施設壊すまで一方的に兵を削られるから、まともに戦うとほんと危険だよ。でも今回は耐久削り切ってるので、根頃衆が大した被害なく聖楼破壊に成功。施設は破壊したがまだ敵の小笠原が残ってる。岡と根頃衆は強撃しこれを潰せちょびっと遅れて将軍も工作兵陣所を破壊。式バーが振り切れんばかりに幕府側に傾いたぜ。三好勢が城に逃げていくぞ。おい首じゃー。このまま城まで乗り込んじまえ。やっはー、鉄砲を放てイケメン孫一の放つ一撃に、思わず菅道長爆散。敵将、討ち取ったりそして兵を100ほど持ってかれるも、剣女藩が中央の聖楼も破壊。式バーがもう限界 ?950 以上にはならないみたいだな。さらに幕府軍の猛攻は続き孫一が城門破壊。これでもう右側は防御施設なんもなしだぜ。中央の城門も剣女藩がチョップで破壊。多分波状椎とか使ってると思うよ。まだ城門前で大西頼兼が粘ってるが岡たちもそちらに向かってる。強撃して殲滅せよ手柄が欲しい奴は本城に乗り込んでも構わんぞ。ははは、圧倒的ではないか我らが幕府軍。調子に乗ってちょっとかっこいい角度からの撮影に切り替えた様子。そしてさらに追い打ちでイケメン孫一の必殺ウインク攻撃。いや両目つぶってるだろ。ウインクできねえならやるな。最後はわちゃわちゃっとしながら城内に将軍が飛び込み本城陥落。今回も美味しいところはズル将軍が持ってった。これにて我らの勝利、勝ち時をあげよ、かーったどー。こうして将軍義明は因縁ある三好家を岸和田から追い出すことに成功した。圧倒的有利で戦ってもキルレートはちょい負け。慣れない攻城戦で立ち回りも微妙だったしな。とりあえずそんな被害でなくてよかったよ。だな。そして圧倒的勝利を収めた幕府軍に威風が吹き荒れる。はぁ、威風弱とはいえほぼ変化なし。三好家の本城なのに。まあとりあえずお城はもらえたからよしとしましょ。若干もやるが致し方なしだな。ああ左近石山ごぼうで放置されてるぞ。島左近連絡ミスで待ちぼうけ。一句読んでんじゃねえよ。てへ。島近は5詰めの防衛要員ってことにしました。武功上げさせられずすまんな左近。てかあと一月でノップと決別だから戦う準備始めなきゃ。私たちの戦いはこれからだこらこら。ではノップとの決別を目の前にしたところで現在の勢力情報を見ながら今回はここまで。いい感じに進んでるじゃないのと思っていただけたら、高評価ボタンお願いいたします。私のやる気スイッチです。現在3万の足利家、果たして倍以上の7万の兵を持つ織田家と戦えるのか？気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。